フェイトゼロアンソロジードラマ1夢見る淑女。さて、装備に関してはこれでほぼ目処がついたが、まだ何かあるかしら。服かな。服？君たちが普段着ている服のままだと日本では目立ちすぎる。あの国は今でも他国民に対してただでさえ敏感だからね。ああ、そういうことね。他のマスターやサーバント相手には意味がなくても、余計な面倒を避ける意味でのカモフラージュは必要だ。安心なさってあなた。聖杯戦争が始まって200年、我がアインツベルンは毎回参戦するために冬騎士へ馳せ参じたのよ。その度暗黙のうちに守られていたルールを今回も遵守するだけよ。そうだったね。釈迦に説法よ。そういうわけで日本の文化に対する研究も怠っていないわ。準備も万端。なんだこれは。なんだって日本の伝統的服飾よ。これをまとっていれば姿勢に違和感なく溶け込めるでしょ。どこで調達したんだ。そう、数代前の当主が手に入れたとかで城の奥底に眠っていたものだけど。悪いがアイリー、現代の日本では和服はほとんど着用されていない。あら、そうなの？年配のご婦人ならまだしも、しかもこれだけきらびやかな装いの代物は新年の祝賀や成人式のような特別な行事でもなければお目にかかれない。それは残念ね。変わったこしらえの衣装だから一度まとってみたかったのだけれど。現代の日本では洋装が一般的だ。奇をてらう必要はない。仕方ないわね。でもどうしようかしら。次の外出時に僕が仕入れてくる。それはダメよ。なぜ？私の楽しみがなくなるわ。自分で選びたいと？いけない？いけなくはないが、せめて何か自分の目で見て選んでみたいわ。ダメかしら。分かった。何かカタログを取り寄せる。ありがとう、キリツグ。あと、そうね、彼女にも見繕ってあげないと。任せる。僕はマイヤに手配を頼んでくる。ごめんなさいね、セイバー。いいえ、もとよりお二人の間に口を差し挟むつもりもありませんでしたので。ただそれにしてもやはり私はマスターの不興を買っていると見える。申し訳ありません、アイリスピール。このような不平を鳴らすなど。いえ、あの人はあの人なりにあなたの誇りを尊重しているからこそ、あえてあの態度をとっているの。それは理解してあげて。キリツグのような魔術師と清廉潔白を旨とする騎士ではその戦術が相入れないですか？さあ、そんな難しい話は今は忘れましょう。は？聞いてたでしょ？あなたも冬騎士へ行くときには現地の風俗に合わせないと。ああ、そのことですか。この城にある衣装で見繕えられればいいのだけれど、和服はダメだってキリツグに言われてしまったしね。本気でそれを身にまといたかったのですね。もちろん。セイバー、あなたも女の子ならそういう気持ちはわかるでしょ？いえ、すみません。私は戦場往来ばかりで着飾るような機会は謁見や式典の場でしかなく、
そっか。よし。はい。それならなおのこと、この機会にいろいろ着てみましょう。せっかく肉体を持って限界してるんですもの。過去がそうだったのならなおのこと。今こそドレスアップを楽しまなくっちゃ。いや、霊体化できないのは誠に申し訳なく。そういうことじゃなくて。私はそのように着飾らなくても構いませんから。目立たぬ仕立ての服をお借りできれば、それで。ダメよ。日本で私をエスコートしてくれるんでしょ？だったら、それにふさわしい格好をしてくれなくっちゃ。はあ。さーて、他あんこにまだ何か衣装があったかしら。アイリスフィール、あなたの方が私などよりよほど人間らしい。これなんかどうかしら。いや、これは私には可憐すぎるのではないかと。そんなことないわよ。似合ってるわよね、キリツグ。任せるよ。じゃあこっちのドレスは？これはまた。どう？少々上半身の露出が激しいのではないかと。そうかしら。このような丈では気球の際に動きに支障をきたしますし、いざという時は鎧をまとうんじゃないの？いや、そうなのですが、あなたのように筋性の取れた体つきならば、私も堂々とこういったドレスをまとえるのかもしれませんが、私は少々成長が止まっていることもあって。あなたはあなたで可愛らしいのに。すみません。もったいないわね。これはどうかしら。あなたの髪がよく映える色だと思うんだけど。カビではありませんか。女の子ならこれぐらい当たり前よ。当たり前なのですか？そうよ。多分。はあ。そうでしょ、キリツグ。マイヤが到着したらしい。ちょっと迎えに行ってくる。もう釣れないわね。まあそういう人だって分かっているけど。アイリスフィールはキリツグに服を見立ててもらうような機会がこれまであったのですか？残念ながらないわね。そうですか。だから今度の冬騎士行きは期待してるの。別行動とは言っても、あなたとキリツグと異国の町に出向くんですもの。はい。きっと見るもの聞くものすべて新鮮よ。何よりキリツグの故郷だからね。ああ。彼がどんなところで生まれ、どんな空気の中で育ったのか、私は初めて知ることができる。体感することができるのよ。それって素敵なことだと思わない？愛ゆえにですか？そうね。さあセイバー、今度はこれなんかどうかしら。まだ試すのですか？我がアインツベルンの城も衣装棚は案外充実していないものね。いえ、あれだけの異様を誇る保管庫もそうないと思いますが。でもあなたに合う衣装がないわ。私は本当に何でも構いませんので。私が見立てたものは全部ダメだったじゃない。ああ、いえ、なんというかアイリスフィールに見立てていただいたものは私にとっては少々身に余るものばかりだったので。そんな
んなことないのに。あります、絶対。あんな少女趣味なものが私に似合うはずありません。困ったわね。こうなったらあとは男物の霊装でよければ腕のいい仕立て師に心当たりがあるの。今のうちに採寸だけしておけばフランクフルトあたりで受け取れるように手配できるわ。男装ですか？いいよ。いえ、慣れてはいますが。以前桐継に見立ててみたんだけど、彼ってば嫌がって来てくれなかったのよね。そのままオペラの舞台に立っても恥ずかしくないくらい様になったはずなのに。アイリスフィール、一体どんな服を用意しようとしていたんですか？スーツよ。わかる？桐継が着ているようなものでしたら。あのままじゃ寂しいから、ブラウスの襟や袖に装飾を施してね。上着の要所要所にも刺繍を入れないでください。セイバーも反対なの？反対です。二人ともつまらないわね。もう。私は本当に粗末なもので構いませんので。私としてはもっとコーディネートを楽しみたいんだけどな。アイリー、何？桐継。先日頼まれていた資料だ。これでよかったか？これは期待できそうだわ。ありがとう、桐継。参考にさせてもらいます。うん。ほら、セイバー、見てみて。何です？この華やかな書物は。日本のファッション誌。そうよね、桐継。ああ、ファッション。ああ、妙齢の女性向けに編纂された服飾専門の書物ですか？それも聖杯による現代知識の付与？助かるわ。便利なものね。雑学の類ですが、それにしてもまたどうしてこんなものを？もちろんあなたの衣装を選ぶためよ。いや、しかしこれはまたこの城にあったドレス類とは全く異なる趣というか、面様な。これが聖杯戦争の舞台になる日本では今一般的に流通している服装なのよ。そうよね、桐継。マイヤの情報によるとそういうことらしい。というわけ。ローマにいるときはローマ人を真似よとも言うしね。しかし、それとも少し古い風習だそうだけど、この前見せた和服の方がいいかしら。あれは日本の風土には見合った衣装なのでしょうが、少々涼しいというか、通気性が良すぎて落ち着かないと。そうだったわね。着せたのか。さあ、一緒に読みましょう、セイバー。日本は随分丈の短い服装が流行っているのね。これはまた。セイバーも挑戦してみる？このように素足を晒していては満足な働きができません。活動的でいいと思うんだけど。周知の方が上回ります。もったいないな。これも可愛いわね。まるでお人形のよう。勘弁してください。セイバー、リボンは好きではないの？好きとか嫌いなどという問題ではありません。フリルも？フリルもです。こんなにいっぱい、裾だけでなく全身に縫い付けられて、すごく手間暇かかっていそうじゃない？これは着てあげないと仕立て師に失礼よ。いつの間に私が着るという決定事項になったのですか？残念ね。アイリスフィール、お願いですからからかうのはやめていただきたい。あら、私は本気だけど。アイリスフィール、本気よ。私も生まれてすぐの頃はあなたと同じように衣装なんてこだわりはなかった。いわゆる人間らしい感情や趣向なんて必要とされなかったの。アイリー、卑下しているわけじゃないわ。私はアインツベルンのホムンクルスとして生まれたことを
誇りに思っています。そしてそれと同じように、桐次、あなたのおかげで知り得た人として、女としての感情を大切にしているの。人として、女として、そして母としてか。桐次の子を宿したことでこの人は変わったと聞いたが。この世に生まれ入れて使命を果たす生き方を否定しているわけじゃないの。ただこうしてわずかな時間でも有意義に楽しみたいだけ。アイリスフィール。あら、これは婚姻用のドレスですか？そうね。ウェディング特集、憧れの純白のドレスですって。古今東西を問わず花嫁になることは女性の夢ね。夢か。こういうのもいいわね。セイバーもそう思わない？ああ、ですが、いえ。気を使う必要はなくてよ。私は桐次と結ばれ、すでに身も心も彼の妻。たとえこんなドレスをまとって式を行うような時を得なくても十分幸せなんだから。アイリ。本心よ。たとえこの先に激しい戦いが続くとしても、その気持ちは変わらないわ。聖杯戦争。彼女にはこの先桐次のパートナーとして過酷な試練が待っているはず。代理マスターとして、いや、たとえそうでなくとも聖杯の担い手として命を狙われる可能性もあるだろう。なのになぜ？いえ、夢。夢を常に抱いているから。夢ですか？普通の妻として、女として、あるいは桐次と同じ理想を追う者として、イリアを産み落とした者として。あなたの代理マスターとしてもね、セイバー。あ、はい。私の？あなたと共に戦うこと、そこに夢を見出すことだってできるのよ。派手姿の女二人が他のサーバントを手玉に取るの、痛快じゃない？はあ。逃避じゃないの。理想の実現、戦いへのこだわり、そのための潤滑油みたいなものかしら。潤滑油ですか？夢見ることは悪いことではないと思うの。だって理想を叶えようとする力はその夢から生まれてくるのだから。アイリ。あ、ほら、男性の衣装も載っているわ。桐次、あなたのも見立ててあげる。いや、僕はさあさあ、遠慮せずに。このままで構わないんだが。もういつもそんなことばっかり言って、ちゃんと選んで。